こんにちは。お元気ですか？今日は12月28日の日曜日ですね。昨日ね、動画アップしたんですけど、ちょっと今日もなんか連続でアップするのって初めてだと思うんですけど、なんとなく気が向いたんで、特に意味はないです。意味はないけど、なんだろうな、ちょっともう今年はね、何もしなくていいやっていうか、もう仕事的なもの、あんましなくていいやっていう気になったんで、なんとなくこう、ずっと最近喋ってなかったし、ずっとって言ったらもう何年も喋ってないんですけど、特に最近ちょっと喋った方がいいかなって昨日思ったりしたんで、ろれつが回らなかったりとか、なんか言いたいことの言葉がこう出てこなかったりとか、ちょっといよいよやばいなと思ったんで、もう独り言でもいいから何でもいいから喋ろうかなって思いました。うん。あ、そうだ、昨日動画アップした後に、いつもコメントをくださるじゃないですか。ありがとうございます。それでね、なんかそのコメントを返すときに、あの、ふと気がついたんですけど、最近から、なんだっけ、あれ。えっと、コメントのボイス返信か。ボイス返信っていう機能がついてるのを発見したんで、ちょっとやってみました。いくつか。ちゃんと返信できてるかどうかまだチェックしてないんですけど、そうそう、もうちょっと、マイクのところに口を近づけて話せばよかったかなとか、もしかしたらちょっと聞こえにくかったりするかもしれないんですけど、これなんだろうと思って、ちょっと使ってみた後に、ググってみたら、YouTube の新しい機能でね、まだそのテスト機能みたいな形らしいんですけれども、このコメントの返信に対してボイスで返信できるっていう機能が、全員じゃないんですけど、一部のクリエイター、つまり配信者にあのテストでできるようになってるみたいです。多分一部のって言っても結構たくさんの人ができるんじゃないかなと思うんですけど、なんかね、この機能は多分もう1年とか前からテストテストとしてはやってたらしいんですけども、その YouTube のチャンネル運営者の人がいつもね、自分のチャンネルをチェックする、YouTube スタジオっていうアプリがあるんですね。大体皆さんこの YouTube スタジオを使って自分のチャンネルをチェックしたりとか、ちょっとなんかこう間違った部分があったら訂正したりとかね、概要欄とかね、そういうことをしてると思うんですけども、そのYouTube スタジオのアプリからでもこのボイス返信の機能がついたっていうのが12月の16日、今月のね、からみたいなので、だからね、実質一般的にこうテスト機能として広く知れ渡ったのは、この今月の12月の16日とかからだと思うんですね。で、私もね、こうスマホのね、機種変する前の古いスマホとかをね、結構見てたりとかするので、それだとね、ちょっと YouTube スタジオのアプリをね、新しいものにアップデートしてなかったりとかしたんで、そっちだと載ってなかったんですけども、新しいスマホの方だとね、 YouTube スタジオのアプリもね、アップデートして新しい状態で使ってるので、だからね、数日気づかなかったのはそれかなって思いました。テスト機能ってことでね、もしかしたら、私みたいにね、ラジオ配信、この音声でのメインの配信をしてる人とかに、特にね、このテスト機能としてつけたのかもしれませんね。私 YouTube のね、YouTube ポッドキャストっていう再生リストのところにもいつもチェックを入れてるので、だからYouTube 側からしてもね、音声メインでやってる人っていうのは楽にソートできると思うので、それでもしかしたら私もそのテスト機能が使える状態になったのかもしれないですね。ちょっとコメントの返信で
ちょっと試しにいくつかのコメントはボイス返信、つまり音声での返信にしてみたんですけども、なんかこう喋り終わってこの送信みたいのを押した後、なんかアップデート中ですっていうのがね、結構1分とかね、1分以上とかねかかってね、ちょっと待ってとか思って、これだとアップデートされるのを待ってたら手で入力する方が早くないとか思ったりしたんですけど、多分このアップデート中のままどんどん次のコメントに返信とかしてってもおそらく OK なんだと思います。ちょっと私もねまだ今日っていうか今回しか使ってないのでわかんないんですけどまあそんな感じでね、もしかしたら今後ボイス返信も織り交ぜながらね、コメント欄への返信はさせていただくことになるかもしれないですっていう感じでございます。ちょっとまだわかんないけどで、なんだろうな、最近この自分の YouTube チャンネルについて、いつもねこの習慣としてやってるので、特になんか真面目にというかそれについてこれからどうしようかなとか真面目に考えてることはないんですけども、マイペースでね続けていくことは絶対に続けていくと思うんですね。で、なんとなく前々からぼやぼやっとイメージしてたのが、いずれそのコミュニティメンバーかな、そうか、メンバーシップとかだけの人限定でフリーチャットとかで交流ができる仕組みができたらいいなってなんとなくぼやぼやって思ってるんですよね。ただこれ今すぐとかじゃなくていずれの話ですねまだだいぶ先になるかなと思うんですけど、あと私の気持ちが変わらなければっていう感じなんですけれども、このフリーチャットって言ってもYouTube の機能のそのコミュニティ機能でチャットをするのではなくて、それもできるんですけれども、ただそれだと全員が全員なんだろう、見えちゃうチャットじゃないですか。だからなんかね、世の中の人全員に見えちゃう状態でのチャットってほぼできないじゃないですかそうそう、だからそういういわゆるオフ会的な感じである程度秘密裏になわけじゃないんだけど、一部の実際にちょっと交流する人たちだけで行うフリーチャットができればいいなっていうのを思ってて、だからそのメンバーシップに入ってくれた人たちだけの中でまた別のコンテンツを使ってそのフリーチャットで交流を取るっていうのをいつかやりたいなっていうような考えはなんとなくぼやーっとあるんですね。で、なんとなくやっぱディスコードがいいかなっていうのを思ってたんですけども、最近ちょっと自分でもディスコードをポチポチっていじったりとかしてみて、なんかやっぱディスコードはなしかもっていうふうにちょっと思ったんですよ。すごく機能がいろいろついててすごくいいコンテンツなんですけど、何分あれパソコン向きというかね、なんかそういう感じなんですよ。パソコン向きっていうか多分あれってもともとゲームをする人のあれでできたやつなのかな、ちょっとわかんないですけど、なのでちょっとスマホでやるのに向いてないってわけじゃないんですけど、いろいろ機能とかもある分なんだろうな、ちょっとめんどくさいっていうか導入難しく感じちゃうっていうか、なんかそんな感じがあるので、どっちかっていうとスマホで使えるタイプのオープンチャットっていうかフリーチャットがいいかなっていうような気がなんとなくぼやーっとし始めました。ただね、いずれこの先ね、もしかしたらもういろんなフリーチャットがね、コンテンツがいろんなものができるかもしれないので、なんかねそういうのがねできたら使いやすいシンプルなやつで使いやすいっていうのがあったら、それでちょっとフリーチャットで渡したい見てくれてる人っていうよりもコミュニティなんで
の私関係なく勝手にコミュニケーションをしながら、その一部の人たちとかで情報交換とかね、そういうフリーチャットができたらいいかなって思いますね。で、いわゆるボイスチャットもできるような機能のものがあればもちろんいいしっていうか、最近はボイスチャットがないものの方が珍しかったりするのかな。だから普通にコメントみたいにこの文字でテキストでやり取りをするのもありだし、場合によってはこうボイスチャットで声でやり取りをするっていうのもありだしっていう風にね、いずれちょっとなんかそういうコミュニティを作りたいなっていう風には考えてます。ただね、コミュニティ作るんだったら私もうちょっと真面目にこのチャンネル運営した方がいいかなっていう風に適当すぎる感じでやってるので、もうちょっと例えば登録者をもうちょっと増やすっていうことを考えたりした方がいいのかななんて思ったりとかしましたね。今はね、あんま登録者が増えなくても別にどっちでもいいみたいなそういう気持ちでやってるので、だからね、私サムネイルとか本当にこう全く訴求がないサムネイルというかね、明朝の時代の適当にあれもやってるんで、あれ決してね、あれを見た人がねこうポチってクリックするとは思えないんですけど、そういう感じでどちらかというとひっそりやってる感じなんですよね。こうある意味ちょっとバズっちゃっても困るみたいな感じでバズってもそんな大した内容じゃないから、ねその後見てもらってもみたいな感じなんですよね。あとね、もう一つこうやっぱりね、こうあんまりこう登録者数とか増えて、つまりこうおすすめとかにいっぱい載るようになっちゃったりとかすると、リアルのね知り合いとか友人とかにね見バレするっていう可能性がすごくあるので、ただね、こう登録者数で言えば結構見バレってね1000人未満でもするときはすると思うんですよ。だから全然こう2000人とか3000人とかでも全然してる可能性は余裕であるんですよね。ただ大っぴらにこうチャンネルが大きくなっちゃうと、もちろんその確率とかは高くなるし、見バレしている数も増えるわけじゃないですか。だからなんかっていうのもあって、なんとなくこうなんていうのかな、この YouTube 運営としてはこうその YouTube のチャンネルとして伸ばすというセオリーをガン無視でやってますみたいなね感じですね。だからこうサムネイルとかも全然話してる内容のこのタイトルになってるのとサムネイルの絵が全然合ってないとかねそんな感じですね。それでも付き合っていただいてる皆さんはありがとうございます。多分ね、リアルなこうなんて言うんだろう、この SNS とかネットを通じて知り合ったっていう人以外の、そのリアルにもしその人たちと知り合ってても、気がある程度こうどこか合うっていう人がなんとなくこのなんかどうしようもないっていうか、あんまり中身のないこのチャンネルを見続けてくれてるんだろうなって思うので、ある意味こう波長が合う人たちなのかもしれないなっていうふうに思いました。だからその波長が合う人たちだけでフリーチャットとか作ったらなんかいいなって思って、いずれなんかそのフリーチャットとかしてて、私こういうとこに住んでて味噌作りとか得意ですとか言ったら、ちょっとね2泊3日、いやもしくは1週間くらいちょっと泊まりに行かしてもらって味噌作りをね教えてもらいたいなとかねそういう遊び方したいなって勝手に思ったりとかしてるんですよね。でやっぱりね、それをねこう YouTube のこのコミュニティとか、コミュニティって無料でできるのかな、それとかだとやっぱりねこうなんて言うんだろう、ちょっとこう
信用度的になんかこうあのなんていうかこうやばい人って言ったら言い方があれなんですけども、やっぱりこうなんかそういう人も混じっちゃう可能性あるじゃないですか。つまりアンチとか嵐とかも混じっちゃうじゃないですか。だからまああんまお金すごい高い金額とかにはするつもりはないですけども、そういうのも考えてその有料のメンバーシップにして、その人たちだけがなんかのコンテンツでフリーチャットだから、多分今の段階だったら LINE のオープンチャットとかが一番ね誰でもこう使いやすくて、こうなんだろう、すぐ誰でも結構簡単に使いこなせてすぐ慣れて、機能もシンプルみたいなね。 LINE だったらいつも誰でもいじってるものだと思うので、その結構こうなんていうか、そのスッと使えるかなって思うので、今だったら LINE のオープンチャットとかかなって思いますね。まあこの先々ね、このフリーチャット系のコンテンツがいろいろ出てきたら、まあちょっとわかんないですけど、ちょっとそういう妄想をね私的にはしてたりしますね。まあいずれこうコミュニティ的なものを作って、その中でフリーチャットができるような感じで、この視聴者さん同士とかも交流ができてその中でちょっとこうオフ会みたいのできたらちょっと面白いなっていう風にね思ったりとかしますね。あとはこう私もね一方的に喋ってんのじゃなくて、なんかこの人おもろいなっていう人がいたら、ちょっとその人にもこういろいろ話を聞きたいなっていうのもあるし、前もちらっと言ったと思うんですけど、私ストーリーが大好きなんですよ。小説とか漫画とかそういう物語ですね、いわゆる。だからそういうのがすごい好きで、だからこう飲みの席とかでその人の今までの人生の中でこういうことがあったって、その人の歴史とかストーリーとかを聞くのも結構好きだったりとかするんですよ。だからちょっとおもろい人のこの話とかも聞いてみたいなっていう気はありますね。そしたらちょっとなんかおもろいじゃないですか。おもろいじゃないですかっていうか、もう本当に語彙力がちょっとやばいんですけど、まあそんなことを思ったりとかしましたね。うん。ということで今もう正月休みですかね。ですよね。でなんか今日っていうか2日連続で動画アップしちゃったわけですけど、多分ね今年中にもう一本くらいはあげると思います。なぜなら私ちょっと仕事を頑張る気がないんで、今年いっぱいはもう惰性で仕事はやって、今年ここまでやるぞみたいな自分で勝手に設定したノルマはもう達成したので、あとはこう惰性でやって、あとはちょっと最近喋ってないからやばいっていうのもあって、こうやって内容なかったりとかしても、こうやってこう脳みそが言語野がちょっとこうやばくなって言葉が出てこないからうまく喋れなかったりするんですけど、このうまく喋れないままちょっとトレーニングも兼ねて内容のない内容でもいいからなんかちょっと喋りたいかなっていうふうに思いました。ということですね。それではまた。